5月なのにもう熱中症で4176人だったのだ。5月でそれは早すぎるわね。家の中でも外でも来るやつじゃん。5月は北日本から西日本まで暖かい空気に包まれて、中旬は真夏みたいな日もあったのだ。ずんだもん、それ春の顔して急に本気出すのほんと困るわ。まだ夏本番じゃないのに先に体力持っていかれる感じじゃん。亡くなった人もいて、入院が必要な人もかなりいたのだ。軽く流せない数字ね。ずんだもん先輩、65歳以上の人が多かったって聞くと、家の中の暑さも甘く見れないじゃん。住んでいる場所で起きた人が一番多かったのだ。外より家を先に守るって発想が必要ね。スマホが熱くなると急に動き鈍くなるじゃん。体もあれみたいになるなら早めに冷やしたいよね。道路や屋外の競技場、学校でも起きているのだ。だから今日は外だけ気をつけるじゃ足りないのよ。みんなも家なら平気って思いがちじゃない。アーシもそこで油断しそうじゃん。消防長は喉が渇く前に水を飲んで、エアコンもためらわず使ってほしいと言っているのだ。我慢大会じゃないんだからちゃんと冷やしなさい。暑い日は節約より元気キープが先だよね。自分は平気が一番危ない合図なのだ。お次は塗料用シンナーの流通が詰まった話なのだ。シンナーって塗料を薄めるあれよね。絵の具よりちょっと大人の道具って感じじゃん。中東情勢の影響で流れ方に偏りが出たから、メーカーから工務店などへ直接売る仕組みを始めたのだ。ずんだもん、間に挟まって動かないなら真ん中を飛ばすのはわかるわね。通販サイトで受けるってちょっと今っぽいじゃん。国土交通省に相談して供給の偏りが確認された事業者だけが使えるのだ。欲しい人なら誰でもじゃないのね。そこはきっちりしてるわ。ID とパスワードをもらうって限定ページみたいで面白いよね。価格は16リットル缶で13,500円。7月末までに20缶まで買えるのだ。私の金欠目線だと安くはないけど泊まるよりはマシね。最短2日で届くなら現場が止まりっぱなしになるよりずっといいじゃん。必要な仕事に早く回るようにしたのがこの仕組みの狙いなのだ。これでどこまで現場の詰まりが軽くなるのかしら。みんなも材料が止まると予定が丸ごとずれるってわかるじゃん。アーシなら泣くよ。そういう詰まりを少しでもほどく作戦なのだ。続いては北区の小学校の火事の話なのだ。11人が怪我をしたってかなり重いわね。学校の火事って聞くだけで胸がざわつくじゃん。6月19日に4階から火が出ておよそ185平方メートルが焼けたのだ。11人が怪我をしたのもその場の切迫ぶりを感じるわね。本当に一瞬で空気が変わる感じだったんだろうなって思うよね。火元とみられる音楽準備室の近くでプラグのコードが焼けて切れていたのだ。電気ストーブの周りかなり危ない状態だったのね。コードの異変って見た目以上に怖いよね。ストーブ自体も激しく焼けていて、周りにはハンガーや衣類、タオルもあったのだ。燃えやすいものが近いと一気に広がるわ。片付いてない場所ってほんと油断できないじゃん。保護者への説明会も開かれて今週金曜日まで休校になっているのだ。ずんだもん、まずは子供たちの安全と学校の説明がちゃんと伝わるかね。保護者なら原因も再開の見通しも早く知りたいよね。救助袋は上の階から下へ斜めに滑って降りる避難の道具なのだ。それが訓練で使われていなかったのは気になるわね。本番で初めて触るの怖すぎるじゃん。都教委も避難経路を確認して安全に逃げられるよう求めているのだ。いざという時の手順は体で覚えておかないとダメね。学校も家も避難ルートを一回思い出しておくと安心だよね。ここで熱中症の豆知識なのだ。外で運動している時だけの話じゃないのだ。家の中でも起きるってことね。そうなのだ。日常の中で起きるものとスポーツや仕事の最中に起きるものに分かれるのだ。お風呂や超風呂でも起きるって聞くじゃん。体が熱を逃がしにくいと起きることがあるのだ。
めまいとか頭痛とか、体のサインを早めに見たいわね。今日は暑さの日のことも、家の中を見直したくなる回だったね。気になるニュースがあったら高評価してくれると嬉しいわ。概要欄にリンクもあるから、そこも見てほしいのだ。また次回も一緒に見てね。